始まった？こんばんは。こんばんは。今日も始まりました。4月26日キャッチライブ静岡始まりました。どうもこんばんは、ジョニー松岡です。そしてこんばんは。さつき通りって言っちゃっていいですか？はい。さつき通り鍼灸整骨院の望月です。よろしくお願いします。よろしくお願いしまいやー、平成最後のキャッチライブ静岡ですな。ねえ。で、そこにこんなね、なんか顔が似てるとか顔が濃いみたいなこと言われるんですけど、自分たちは顔が濃いって認識したことあります？ないです。ないですよね。ないですね。言われてどうですか？嬉しいです。顔が濃いって言われて嬉しいっていうか、そうかなっていう感じがしますけどね。僕なんかはこうやっぱりちょっと喋りとかね、性格の癖が強いんで、こう癖が強いなとか、そういうところで濃いなみたいな、キャラが濃いなみたいなですけど、顔が濃いっていうのはちょっと認識してなかったんで、あれですけどね。今日は濃い2人でね、平成の最後を締めくくっていきたいと思いますけども、はい。ありがとう。そうですね。で、今日はですね、さつき通り鍼灸接骨院の望月先生を、お招きして、体の使い方講座みたいなのを、というか体の使い方みたいなことについてちょっとお話聞ければなと思って、進めていければなと思うんですけど、清水だとね、やっぱりこうすごい、僕は清水の人間じゃないんで、先生清水の生まれですか？清水の方ってこう、スポーツ人口がすごい多いなっていうふうにこう思うんですよね。僕の地元なんかはもうやっぱりもうちょっと学校終わっちゃったらあまりやらないなんていう方はほとんどっていうか、そういう人がほとんどですけど、清水にいる方は普段からすごいスポーツをされてるなって方もすごいたくさんいらっしゃいますし、それ以外にもね、いろんな体の悩みっていうのは年とともに出てくることもあるんでしょうから、いろいろねお伺いしていければなと思うんですけど、先生はその体の使い方みたいなことを仕事にしようと思ったのってなんでだったんですか？まず初めに自分高校生の時にサッカーやってたんですけれど、膝を怪我して、2ヶ月ぐらい3ヶ月ぐらいかなできなかったんで、その時に怪我したことがきっかけっていうのもあるし、あと人の役に立ちたいとかっていうのもあるし、そういう意味で昔って結構なんていうんですかね、スポーツ専門の治療院とかってなかったじゃないですか。ないですね。ないですね。なのでできればその自分がそういうふうなスポーツ治療院の治療院をやってみたいなと思ったきっかけですね。なるほど。今でも先生サッカーされてるんですか？サッカーやってます。動けないですけどね。いやでもすごいなと思うんですよね。だからこう花ちゃんもね、あれでしょ、あっちゃんも最近走ってるしね、ヨガやってるしね。いや体動かして僕全然やってないんですよ。体を動かすことって。いやもうね、最近本当に子供とキャッチボールをやってても、少しサッカーボール蹴ってても、もう体が動かなくなってくるんですよね。自分のイメージした体の動きは全くできなくて、子供の頃に運動会で転ぶお父さんいたじゃないですか、走ってる時に。なんで走ってて足もつれて転ぶんやって、そんなことあるって思いましたけど、あるんですよね。あるんですよ。恐ろしい。もうあれもうね、そこに一歩入るか入らないかぐらいのところにいるんで、ちょっと本格的にね、体ちゃんと動かしたいなと思いますし、ね、あとはね、普段からなんかこんなことができればいいなみたいな話もね、お伺いできればと思いますけど、まずね、どうなんだろう。どういうところから聞きたいんだろう。でも、今の時間帯とか、こういうのを見てる方ってやっぱりパソコンとか YouTube とか、やっぱり、とかなんでやっぱり見てる方たくさんいらっしゃるんでしょうから、ね、スマホ見てるとかパソコンやってるってことになると、やっぱりこう肩とか、やっぱり腰痛とかいう方の悩みもすごい多いんじゃないかなと思うんですけどね。そういうのっていうのはこうなんか普段の生活の中でこういうこと気をつけるとか、あとはなんかいい方法とか知恵とかってあるんですか？マッサージするとかね、整体とかいいと思うんですけれど、ストレッチもいいんですけれど、できたら体を動かした方が、肩こりとか腰痛とかはなくなってくるのかなと思いますね。だから、治療だけ
っていうよりは、まあ、体を動かすっていうことをやっていかないとなかなかこういい方向に向かっていくことはないかなと思いますね。体を動かすっていうのは、簡単なもう軽い運動というか、ね、いうことですかね。なかなかこうジム行ってトレーニングっていうのは多分できないと思うんで、まあ、家でながら運動みたいなのができた方がいいかなと思いますね。なるほど。エレベーターはあまり使わないようにするとかでもいいってことなんですよね。いや、厳しいよな。エスカレーターあったら駅は使っちゃうし、エレベーターあったら階段を使おうっていう。てか、まあ、なんちゅうんですか、例えば、ショッピングモールみたいなところとか、あとは家とかも、まあ、5、6階建ての方もいらっしゃるでしょうし、もちろん、エレベーターを使うのが当たり前の動線とか、エスカレーターを使うのが当たり前の動線で、もう階段なんて非常用の時に使うぐらいで扉の中に隠されてるぐらいのね、あれでなかなかアクセスしてまあ言い訳ですけど完全なるねあれですけど、なかなか意識しないとそれってできないですよね。だからそれをちょっと意識するっていうだけでもいいのかなと思いますけど。まあでも実際にあれですよね、肩こりですごい肩が凝ってるとか、腰がすごい痛いっていう嫌な思いをするんだったら、日頃からのそういう気をつけていった方がいいよっていうのがあるってことなんですよね。なるほどね。なんかあとはどうなんだろう、結局体の筋肉が硬直しちゃうからというか、動かしてないから肩こりとか腰痛になっちゃうということなんですよね。なんか例えばでもなかなかそうやってね、普段から階段を使おうとかちょっと体を動かそうとかいうよりは、なんかパソコンに座ってる時でもちょっとできるこんな運動みたいなのあったりします？あります。あるんですか？やってみますか？それちょっとした運動みたいなのあるんですか？はい、あります。はい。そのパソコンになんか疲れたみたいな本当に数分っていうか数十秒数分な感じなんですか？そうですね。はい。まあ5分ぐらい、5分もいかないから3分ぐらいでいいかなと思いますけど。なるほどね。もう今あれですからね、会社ではなかなかタバコ吸えないですから、それやってる方がまだ健全で上司の人も許してくれるかもしれませんからね。なるほど。ぜひ教えてくださいよ。はい、じゃあやってみますか。はい。これ立った方がいいですか？そうですね。まずどうしよう、これこのまま横向きになってもらって、まずちょっとさ、立っても大丈夫ですかね？立った方がいい？このぐらい？一応、一般的に言われている、なんていういい姿勢のラインっていうのが、これで頭を後ろに持ってきてもらっていいですか？この姿勢なんですよね。そうすると、耳、肩、股関節、足っていう感じで、これが一直線の姿勢になるんで、まあ、肩こりとかないような姿勢なんですけど、今もう一回ちょっと楽にしてもらっていいですか？そうするとやっぱりこんだけ差があるっていう感じなんで、さっきの頭つけるとすっごい後ろにのけぞってる感じですよね。その分筋肉がこっち側になんていうか引っ張られてるような感じがあるんで、まあ、肩がちょっと凝りやすいから結構張ってるですよね。それを解消する運動をやってみましょうか。明日筋肉痛になるかもしれないですけど。そんなですか？またなんか謎のおしゃれ道具出てきましたね。おしゃれ道具ですね。これまっすぐ引っ張ると球が落ちてきます。でまっすぐじゃないと落ちてこないです。こうやって。本当だ。なのでまっすぐ伸ばしてあげるといいかなっていう感じです。でもちょっと今から3つストレッチありますので、じゃあこれ入れてもらっていいですか？4。こっち側も入れてもらって、でまず後ろにぐーっと持ってこれます。こうですか？これ引っ張っていいんですか？引っ張っていいです。そしたら右を上に手を押して、僕みたいにちょっと一回見てもらっていいですか？こうぐーっていう感じで。なるほど。こっち？そうですね。こうで？で右を上にしてこれ真ん中にすると球が落ちてくるので。そしたらじゃあ今度反対側も。僕 S ですからね。そしたらじゃあまた反対側でもう一回いきましょう。
やばいですか？釣りそうです。釣りそう。もうガじゃああと1回行きましょう、こちら。ーこれやばい。っていう感じで結構伸ばしてないことが多いですよね。でも結構きついですよ。もう釣りそうっすよね。これね、肩っていうよりは、肩っていうかこの背中側っていうよりはなんかここからここなんですね。イメージが違います。なんかそうなんかこの辺りのイメージですけど、この辺りね、この辺りですよね。そうですね。へえ、すごい。これ筋肉痛になるって言ってる意味がわかりますね、これね。でも伸ばしてるんで、ではもなんか気持ちいいっていう感じしないですか？そうですね。だから気持ちいいがいいっすよ。あの声が出ちゃう感じです。あーっていう。はい。で次いきます。はい。はい。また同じように4同じように個入れるんですか？また入れてもらっていいですか？はい。はい。そしたらじゃあ今度また後ろ向きになってもらって、これいいですか？後ろ向きになっちゃっても、はい。で後ろにぐーっと持ってきてもらって、そうですね。もうちょっと下げられます。はい。でここでこういうふうな感じでバタフライのような感じ。あ、やばいやばい。これ、やばい。これやばい。これブルブルするんですか、これ。これで本当にこういうふうな感じで30秒いきましょうか。1、2、3、4、5、6、やばい。1、やばいやばいやばい。9、やばい。1、2、これすごい。4、5、これね、6、1、やってみたいこれ。9、10、あと10秒いきます。1、2、あ3、4、5、6、7、8、9、あと10秒いきます。冗談です。いいです。これやばい。やばいです。みんな手羽先食べるとき、こうバキッてってこう骨ブリンって出ますでしょ。ここの骨こっちからブリン出るかと思ったね。本当にこう。でもこれゴムであれすると自分で後ろにキュッて引っ張るでしょ。でゴムがこう戻そうとするからこう自動的に動くんですね。これね。でもすごい。これはでもまさにこのなんていうんですか、肩甲骨のあたりって感じですよね。まさにその動きって感じです。へえ、すごい。じゃあラストいきましょうか。はい。また1個。そしたらそのまんま上に持ってきてもらっていいですか？そう。でちょっと足を肩幅に開いたら、はい。もうちょっとこちらです。こっち？あ、下がる。下がるのね。全体像が見えないからね。でこのまんまこちら球あるんで、はい、このまま横にぐーっと。そうですね。引っ張るような感じで。もうちょっとこっち側に行ける。そしたら今度は反対側です。もう楽になりたい。もうちょっとこっちら行きましょう。いやこれマイクが音拾っちゃうから先生あんまり大きな声出させないで。今度じゃあこっち側。はい。でもさっきよりはちょっと楽。楽です。ちょっと楽だけど、これとかまあこの横のラインですよね。伸ばすっていう感じ。そうですね。これも見た目のまんまの感じ。何をしてるんですか？何をしてるんですか？それは。でもここからこっち半身なんですね。そうだから全部横こう伸ばすっていう。なんか身長2センチぐらい伸びた感じがする。本当に。伸びました。まあ伸びるわけないじゃんってメッセージありましたけどね。でももう一回いいですよ。これじゃあ終わりましょうか。いいですか？ちょっとこれで結果出てなかったらどうしようかなと思うんですけど。これですか？こっち見て。でもう一回やってもらっていいですか？どうですか？すごい。これついてるでしょ？ついてます。さっきついてなかったです。自然。すごい自然今。でもね、本当にさっきはここにつけるとなんかね、
なんかなんていうか極端に言うとなんかこんな感じにしてるイメージ。さっきの頭つけると本当にこうなんかここだけこうされてる感じ。今は自然。すごい。だからさっきは無理頭つけてるとすごい腹筋が緊張してる感じっていうか、こう後ろに引っ張られてる感じだからちょっと苦しいなって感じだけど、今はこれが自然。こんなことで。へえ。でもあれですね、この声は職場で出したらまずいからね、あれかもしれないけどちょっと部長今から変な声出していいですかってみんな言わないとね。そうですね。あれが。へえ。でもこう今さっきのゴムみたいのは、そういうストレッチというかそういうののあれなんですか？そうですね。そうですね。ストレッチっていうか運動。っていうかうっすら汗かきますよね。これうっすらっていうかうっすらでもなく汗かきますけど。でも例えばこれをジム行ってやるっていうか、ジム行ってこうマシンとか動かすよりは、家でやるっていう感じで、なんとなくっていう感じで、なんとなくやって気持ちいいっていう感じが長続きするっていうか。なるほどね。ジム行かないといけないっていうふうになっちゃうとどうしてもなんか億劫になっちゃうとかね。なんかこう一回行くのやめるとなんかもうみたいな。そうですね。なるほど。いつでもできるわけですからね。家だったらね。なるほどね。そういう指導とかもなさってるってことなんですか？そうですね。はい。これはちょっとほんの一部っていう感じで、へえ。なんかあとは言いませんみたいな。あとは俺のところ来てからねみたいな。そういうことですね。ここじゃちょっと伝わりにくいかなと思うんで。なるほど。できれば教えたいですけどね。一人一人によってこう体の使い方とかも違うんでしょうしね。やられてるスポーツとかそのライフスタイルによってこういろいろ症状が違うでしょうから、いろいろそういうのにも相談乗っていただけるってことですよね。そうですね。なるほどね。でも本当にスポーツね、さっき始まる前に言ってたんですけど、僕らが先生おいくつですか？僕41です。41？だから僕の1個上ですよ。本当ですか？1個先輩ですけど、僕らが学生の頃サッカーされてたの。僕なんか剣道やってたんですよ、ずっと。剣道も怪我って結構多くて、でも怪我っていうか痛いとかなんかちょっとやばいなみたいなのがあっても、こうなんか怪我っていうか痛いとか言い出せないとかね、こうなかなかこう本格的に相当やばくない限りは練習休めないみたいな風潮もあったりもしたんで、結構無理しちゃってるっていうのもあったのかもしれないですけど、やっぱり若いうちからいろんな体のケアっていうのは大切なんですよね。やっぱりね、大人でも子供でも結局同じですからね、体の作りとしてはね。その運動する前と後にやっぱりやる前の準備とやった後のケアみたいな、やっぱりこういうのは両方必要なもんなんですか？そうですね。はい。できれば運動する前っていうのは体を動かすっていうなんていうかな、例えば股関節を回すとか、そういうふうなものをやった方がいいです。で、運動した後にはストレッチ、体をこう伸ばすっていうふうな感じでやって、運動やる前には必ずこうなんて動かすっていうことをしてた方がいいですね。軽く汗かく程度。そうですね。へえ。うち僕なんかもう本当に20年25年ぐらい前でもその部活とか離れてそのぐらいからもう記憶が止まってるんであれなんですけど、今はあれですよね。僕も子供がいたりとかしてこうスポーツを教えてもらってるんですけど、そういうところちょっと見に行ったりすると準備運動のやり方なんで、僕らの頃なんかはザ・ラジオ体操みたいのが当たり前で、それやってからはいじゃあ始めますみたいな、ちょっと走って始めますみたいなのがあれだったんですけど、今はなんか変わったやり方っていうんですか、こう楽しみながらまずこう意識をどういうところに向ける、だってラジオ体操なんかも昔からやってるからっていう気持ちで準備運動しちゃうじゃないですか、正味な話。でもやっぱりそうじゃなくて無意識にそこをそう動かさせるみたいなことをコーチとか監督ってこれ意図してるんだろうなって最近すごい見て感心することがあって、なかなか最近こうスポーツの感じも変わってきたような感じがしません？そうですね。なんかその数十年20、30年前の話なんでね、あれですけど、なんかゴリゴリのただただ気合でやり抜くみたいな
感じじゃない感じがありますからね。そうですね。やっぱり長い間楽しみたいというか続けたいんですもんね、うん好きなスポーツってね。うん体壊れちゃって続けられないってなるともったいないですもんね、大好きなのにね。そうですね。はい。本当に。なのでまあそのためにはちょっとなんていうかね、だんだん年取ってくると動かさない筋肉ってあるんですよね。動かさない筋肉。動かさない筋肉。例えば、デスクワークだったらデスクワークだけの筋肉しか使わないじゃないですか。なのでさっき、ね、松尾さんこうやった時に結構きついっていう感じがあるので、まあその動かさない筋肉を動かしてあげないと、例えば何かスポーツやった時に体壊しちゃうんですよ。お子さんとキャッチボールやった時とかに肩を痛めちゃうっていう。例えば肩だけで投げちゃうと痛めちゃうからね。いやね、こういう経験してる人って多いんじゃないのかなと思って、もう僕なんかはまあまあドラえもんみたいな世代よりももうちょっと後ぐらいですけど、もう近くの公園にビニールバットとボールをチャリンコの車輪の中にボール突っ込んで、ね、みんなで集まって野球やったりみたいな、広場でみたいなのが当たり前で、その時はもうどんなことあってももう何時間でもできるわけですよ、あんなのね。サッカーボール一つあれば、みんなでこう何時間も走り回ってるわけじゃないですか。まあそれが中学生、高校生の大学生になって、そのままの体の動かし方のままのイメージはあるから、だからさっきおっしゃったように使ってない筋肉があるのに、体の動くイメージあるからそれで動かそうとして動かしちゃって壊しちゃうとかが多いですか。そうですね。へえ、もうだから今もだから結局僕こういう体勢が多いからあれなんですけど、やっぱりこうあれですよね。普段から意識やっぱり背筋伸ばすとかもいいんですか？伸ばすって意識はするのはいいんですけど、多分すぐにまたこうなっちゃうんで、まあ日頃からちょっと動かしてれば筋肉ってそっち側に動いてくるんで、まあ勉強するのと一緒ですよね。意識的に勉強しなきゃいけないってやってもとか、例えば一夜漬けで勉強してもすぐ戻っちゃうんで、まあもう常にこうなんていうか頭の方にこう運動神経を意識させて、なるほどね、その筋肉を使って後ろにこう持ってくるっていうしないといけない。耳が痛いなその話は。学生時代からもう一夜漬けですよ。僕もそうですけどね。もうその流れで僕、今徹夜明けなんですけどね。ちょっと今日大きな仕事があったからちょっと寝ずに仕事して、このミナスタに挑んでるわけですけれども、そうか、でもまあ普段の習慣っていうのは大事ですよね。なかなかね習慣にするのって難しいですけどね。なるほどね。なのでなんとなくっていう感じでできる運動っていうのが一番いいのかなと思います。なるほどね。まああとはどうなんだろう、そのハードっていうか、まあその筋肉とか、骨とか関節とかっていうことだとこう、まあハードっぽい感じなのかもしれないですけど、いや知らないよって言ったら知らないって言ってくださいね。なんか食べ物をこういうのを意識した方がいいとか、なんだろう、あとはどうだろう、寝る時の体勢というか、その寝る環境、こういう環境がいいとかあったりするんですか？でも僕もよく聞かれるんですよ。はい、寝方ってどういうふうにしたらいいですかって患者さんに知りませんって。寝ちゃえばもうだって変わっちゃうんでっつって。まあまあそうですね。そうですね。申し訳ないです。でもね、僕今畳の上に寝てるんですよ。直で。これね、昔からそれが良くて、布団があんまりダメなんですよね。もうだからちょっと柔らかい布団とかで寝ると、もう体が痛くてたまんなくなっちゃうんですけど、本当に畳の上に寝て、まあ布団をかけるっていうのがあれなんですけど、まあだから人それぞれなんですか、それっていうのは。人それぞれそうですね。体に合ったのがあるかなと。でもやっぱり腰とか痛い人は硬い方がいいかもしれない。柔らかいと沈んじゃうんで寝返りができなくなっちゃうかもしれないですよね。なるほどね。あとやっぱり水はこまめに飲んだ方がいいみたいなのがあるんですか？
ああ、なるほどね。まあでもそういう中でも、まあ今カンペ出ましたけどね。カンペの出し方雑じゃない？で、カンペってさ、普通カメラの向こう側から出して、カメラの目線見ながらカンペを見ないと、真横からカンペが来たら、何ってなっちゃうじゃんね、それね。いかにもそれでカンペを見てからこの話しますって話になっちゃうじゃないですかね。いや、まあ、こういうグダグダ感がね、皆さんのいいところですからね。あれなんですけど。まあでもそういうことに気をつけながらも、まあ怪我をしちゃうこととか、こうどうしてもなっちゃうことっていうのは、意図せずにね、なっちゃうことってあると思うんですけど、こう、なるべく早く、まあ骨折とかだとね、それはちょっと、じゃあ話が違うのかもしれないですけど、まあそういうこう、怪我というか、いうことをしちゃった時っていうのは、なんか早く復活したいですからね、どういう対処方法があるかとか、どういうことをすればいいかとかいうこともあるんですか？まあうちにあるんですけどね、酸素カプセルっていうのがあるんですけど。酸素カプセル？酸素カプセルって何ですか？酸素カプセル、今出てる。今出てる？出てる。あ、俺は見れないよね。その中に入って、そうですね。酸素を、高濃度の酸素をこう吸い込むことによって、体の回復とか。まあさっきで骨折した時に早く治したいっていうのも、結局やっぱ何でもそうなんですけど、酸素がないと治りが悪いですよね。へー。O2 カプセルって書いてある。この中に寝る。日焼けマシーンみたいなあれだね。でただ寝てその空間の中がめちゃくちゃ酸素が出てくるので、そうですね。高気圧の状態になるんで、酸素がこう体に入りやすいというか。吸うだけじゃなくて気圧がかかってるから皮膚呼吸で中からも入っていく的なあれなんですか？そうですね。血液の中に入っていくっていうかね。だからまあ例えば二日酔いとかもいいと思うんですけど。まああとやっぱさっき言った疲労回復が一番メインかなと思うんで、まあ、とにかくやっぱ人間が生きていく上で必要なのは酸素ですよね。酸素をやっぱり多く取り込んでた方が、まあ、疲労の回復とかっていうのは早いかなと思いますけどね。初耳。これ一般的ですか、この情報？嘘？一般的なの？スポーツ選手とかもう今バリバリやってるんですか、こういうの？自宅にあるとか、まあ香川とか自宅にあるとかって言いますね。ああ、一番最初は香川真司ですね。香川にはありますってから、香川、ちょっと待って。そうですね。なんだろう。どういうこと？香川県のなんか会社が作ってるやつなんかなと思うんだけど。サッカー選手の香川真司は自宅にあるってことですね。それの一番最初の時っていうのがベッカムが2002年の時のワールドカップの時、日韓ですか？その前に多分骨折したと思うんですよ。でそれの回復を早めるために入ったとかっていう感じで。とかあとハンカチ王子。斎藤佑樹。もうあれも結構一人であれですよね、決勝まで投げたんですよね。その時にまあ酸素カプセルの中に入って疲労を取ったっていうので。これメジャーなんだ、そんなに。甲子園球児でもそういうことやってるってことなんですよね。子供もやる。そう。骨折とかね。ここで喋ってた。まあでも時代によっていろんな発見があるんでしょうからね。うちらの時代にはなかったですよね。気合と根性で直せって言われた。でも治ってたんですよね。なんかひどい場合はこうすげえ痛いんですよみたいになっても、気のせいだとか言われたりして、気のせいで痛いってことあると思って。水も飲めない時代でしたからね。まあそうですよね。まあでも水飲めないっていうのあれですよね。だからサッカーとかはすぐ水飲める環境じゃないですか。僕は剣道なんでどうやってもこの
麺を取るにもね、礼儀が必要なわけですよ。ストローじゃないですか。ストロー、こんな長いストロー、あったかなあの時代。だから、いちいちね、一回一回竹刀を収めて、で、防具の取り方のルールとか、作法みたいなのがあるわけですよ。それをしてから、飲まなきゃいけないんで、もうすげえめんどくさいんですよ、これ。だから、もう、飲めないなら飲めないでもしょうがねえな、みたいな感じだったんですけど、もうすぐ飲める環境なのに、飲めないって方が拷問ですね、確かにね。そうですよね。でもそれでも熱中症とかなんなかったですからね。なるほどね。よく死なねえなと思ったんですよね。確かに。まあ、今は夏だと40度ぐらいがね、ちょっとデフォルトみたいになっちゃってるんですけど、昔はでもどんくらい ?35 度ぐらい一番暑くても、いうのがあったんでね、あれかもしれないですけど。まあでも、なんか、うちの子供もそうですけど、若い子、日本人離れした体になりつつある子結構いるんですよね。そういうので結構、なんかこう、怪我しちゃうとか、こう、なんかこう、うまくパフォーマンス出せないみたいなことあったりするんですか？そうですね。そういうこっち見ると、やっぱりなんていうかな、腕立てができないとか。あとは、例えば、スクワットができないですよ。だからなんていうかな、一つね、多分なんていうかな、トイレが和式から洋式に、和式から洋式に変わったじゃないですか。で、和式みたいな感じで座るっていうことがないですよね。でもしゃがめるっていう子がいないですよ。でも、あれです。学校自体も今トイレが全部洋式に変わってるらしいですよ。多分ね、そういうこっちがいるからやっぱり怪我しやすいっていうか。普段の習慣の中でね、そういう体勢を取らないとか、そういうあれがないから、少し足腰が弱いからとかいう。例えば、なんていうかな、こんな感じだと壊れやすいですよね。走るとかもね。それをこういうふうな感じで、こう、股関節とか膝で吸収できるような感じの体をやっぱ作っていかないと、体やっぱ壊れちゃうっていうのがあるかな。なるほどね。なのでまあその辺の運動はっていう感じですけど。なるほどね。やりますここで。これでできるんですか？これでできるんです。いやでもね、ちょっとね、S だって聞いて、まあそのね、ちょっと YouTube 上でね、流しちゃいけないこうジョニーの顔が映っちゃうとね、ちょっと、だってあれでしょ、生でモザイクとか言われないじゃん、ね、緊急モザイクは無理でしょ。そう。ちょっと出ちゃいけない、もう顔が出ちゃう場合があるから、ちょっと。でも、まあ、自分の体をちょっといじめてる時っていうのはちょっと気持ちよさっていうのはありますよね。やっぱり、まあ、なんとなくそこ聞いてるなっていうのがいいですよね。わかります。こうだから僕も筋トレをハマった時とかは、こう鏡の前で筋肉に喋りかけながら筋トレしてくださいって言われたんですよ。よく。おい、俺の筋肉見よしっつって。よっしゃ、よっしゃっつって。そうなるといい筋肉になるって。でも、すごい意識するの大事ですよ。意識するの大事です。っていうことなんですよね、だからね。でもなんか、なんかそういうふうにやって、異様な光景ですけどね。でもまあ、さっきのは筋トレになるんですか？ストレッチになるんですか？筋トレとも違うし、そうですね。ストレッチともちょっと違うっていうか、なんて言っていいんですかね。でも、複合的な要素があるなって感じがしましたね。体をなんか体をこう筋肉伸ばすっていうのがこうなんかストレッチみたいなイメージですけど、伸ばしながらストレッチ、なんかでもこう筋肉をこう動かしてるから筋トレなんですよね。そうですね。でも筋トレだとやっぱこう筋肉をこう固めちゃうっていうか、それだとやっぱりパフォーマンス的には上がらないんで、なるべくこう伸ばして動かすっていうことがいいかなと思います。だからもう確かにね、こうやってこう最大限に筋肉がこう伸びきった状態でちょっとこう動かす、可動域的な、
伸ばしきったところちょっとこうやってるわけですもんね。そうですね。あだからストレッチこう伸ばすだけだけど、ここでこういうことなのね。なるほどね。なるほど。皆さん少しは体の使い方講座参考になりましたか？なりました。いやーっていうかね。すごいなったな。まあ今ね結構ニュースポーツもいろいろあるんですから、どうでもいい話なんですけど、またねそろそろ終わりだって言われてるんですけど、どうでもいい話ですけど、うちの子供なんかはクライミングをやってるんですよ。僕らが子供の頃、クライミングってありました？ないっすっていう話じゃないですか。だから最初子供がね、クライミングをやりたいって言った時に、スポーツなんっていうイメージだって最初ね。ですけど今はいろんなスポーツがあるじゃないですか。本当にこうね。クライミングはあれですよね。オリンピックの種目になるんですね。そうですね。なりましたね。次の東京五輪からなるんで、結構注目のスポーツですしね。そうですね。あれもでもよく見てるとすごいですよね。すごいな。すごいですよね。できないですね。あれは無理ですね。ちょっと自重が重い派なんで。わかります。ちょっと無理ですね。そうですね。なんで。子供と公園行った時に運転やったんですけど、全然できないですよ。重すぎて。そう。昔はね、できたのにこう、何段抜かしができるのかみたいなの。全然できないですからね。逆上がりもできないですからね。逆上がりだってやってない。もう、まずだって、運転なんかこういった時に、これがこう行くかなって思いますよね。ね。怖いですね。確かに。そのためにもね、運動は多少はやってまあ、そうですね。なるほど、なるほど。そしたら、ぜひ、そんな先生からの告知がいいですか？ございます。はい。画面切り替わってますか？この辺出てるんですかね。テルサショップ。はい。明日テルサで10時から3時までテルサショップって言って、ワークショップをやるんですけれど、そのワークショップの中で、普段僕がやってる治療のちょっと触り程度をやりますんで、ゴールデンウィークの初めですね。時間があるようでしたら、ぜひ遊びに来てください。はい。明日の10時から何時までですか？ 3 時までかな。3時まで。はい。清水駅の東口の方ですよね。テルサでやられてますんで、ぜひお時間ある方は出かけていただければと思いますけども。あと、なんかストレッチみたいなあれで、昔からよく言いますけど、お酢飲むと体柔らかくなったら本当なんですか？いや、知らないことは知らない。知らないです。意外と昔の常識ってなんかね、今じゃ違うだろうっていうのがあるじゃないですか。まあね。もう、ちょっと話すっごいそれますけど、うちらの子供の頃って、怪我したら、洗って、乾かせって言われてたじゃないですか。今乾かしちゃいけないんですよね。だから傷パワーパッドみたいなのって、あれはだから自分の体液であれやって治していくんでしょ。だから傷は乾かさないのがあれだから、赤チン塗ってなんか黄色いパウダーかけてのことはもうやらないってことなんですよね。今もう赤チンないんじゃないですか。ありましたっけ？そうなんですか。でも赤チンなんて結構でもあれで治ってるとかね。黄色いパウダーは何だったんだって話じゃないですか、あれ。とガーゼと油紙とね。あとなんかつばつければ治るとかね。変な常識ありましたね。そう、なんかとりあえずオロナインでいけるみたいなのね。ありましたけど。なるほどね。いろいろお悩みの方とかね、いらっしゃったら、ぜひね、先生のところにも相談しに行っていただければと思います。ここに出てますからね。あとなんか、あれでしょ？だから最近、あっちゃんも、ね、はなちゃんもハマってるヨガとかね。ヨガとかも結局ストレッチ、いいと思います。筋トレみたいな感じですからね。イメージですけど、やったことないんで。ヨガ顔じゃないじゃないですか。確かに。ね、インド方面の顔してるって言われたら、
まあまあ、ヨガ顔って言われたらそうかもしれないですけど、でもヨガっていうイメージって、色白の女性が、こうなんか、芝生一面のところとか、ビルの屋上みたいなことすごい綺麗なテラスでやってるものみたいなイメージがあって、ゴリゴリのおっさんが家でやるものではないでしょっていうイメージがあるんで、そう、あれですけど、まあまあそういうのもね、あれですからね、いろんな情報を皆さからね発信できればと思いますんで、はい、またぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではまた来週よろしくお願いします。さよなら。次回は令和だよ。そうだね。